こんにちは。このチャンネルはキャンプや車中泊で偶然出会った心地よい風景を撮影し配信しております。今回は前回の続きで滋賀県の琵琶湖近辺でのパックラフトでの旅をお送りします。春の近江八幡の水郷を巡ったその夜に私たちは琵琶湖の北側に向かいました。車でおよそ1時間15分ぐらいの道のりです。道中ライトアップされた長浜城が見えてきました。乾杯。今日はどうでした？疲れました。第一声がそれですか？今の感想。お腹すいた。お腹すいたね。今晩はテントを張らずに車中泊にすることにしました。これから車の後部で酒のおつまみを作ります。まだまだ凍っとるな。餃子ですか？はい。焼くだけ。こちらは皮から作ったとおっしゃってましたが、仕込んで素晴らしい。あっという間にできましたね。はい。いただきます。はい。水浸しになったら大丈夫かな。はい、できました。どうぞ。こちらでございます。いただきます。煮込み。アヒージョがなんか水分たっぷりの煮込みになりました。美味しそう。だから油っぽさがね、なくなりました。すごいいい香りしますよ。出汁の効いたなんかすごい。ほかっちゃんもどうぞ。ほかっちゃんをつけて食べると美味しいです。ほかっちゃんはこれもしかして、仕込んできました。仕込んできた。さすが。ガスオーブンで焼いて。おお。
なんかあれパスコって書いてあったけどいただきます。うん、うまいっす、うん、優しい。こうです、アヒージョってどこの料理ですか？イタリアっぽくない？発音から言って。あ、確かにそうですね。適当なことを言ってる2人ですが、アヒージョはスペイン料理でした。キャンプ料理といえばアヒージョ簡単みたいな、簡単で。おはようございます。今日は何ですか？ホットサンド。はい。なんかミートっぽい匂いがするけど。ハンバーグ。ランチパックのメンチカツと卵をダブルで。あ、2枚重ね？そうなんです。組み合わせが無限大で、いろんな組み合わせを楽しめる。なるほど。美味しいです。めっちゃ優雅やん。目的地の琵琶湖の北海津大崎付近に来ました。海津大崎は湖岸約4キロにわたり続く桜の名所で、日本の桜の名所100選にも選ばれている琵琶湖越しの桜がとても綺麗な場所です。私たちは東になる黒崎から出港することにしました。壊れた。琵琶湖は広く海みたいで、風や天候の変化で湖面状況が目まぐるしく変わり、穏やかそうな朝市を狙ってきましたが、出港直前に風が急に強くなり波立ってきました。一旦風に逆らって
どのくらいの難易度か試してみます。まあ頑張ればいけるって感じかな。風でどんどん進んでいく。どうやらさほどでもないので、進行方向に向かって進んでいきます。進行方向に向いたら追い風になったので、さほどパドルを漕がなくてもゆっくり進んでくれる状況で、しばらくぷかぷか浮いていました。船底がフラットで軽いパックラフトは滑るように水面を移動するため、風の影響をとても受けやすく、風で流される速度より進行速度が上回らないと、当然ですが目的の場所に行くことができません。基本的にはラフティングなどのダウンリバーに向いています。カヤックいつでも上がれそうだね。いつでも上がれそうだね。安心。反対側っていうのがいいです。ダムが見える方、見えない方。昨日より日差しが優しいです。途中湖面に網みたいのが張られていたので、一旦陸に上がり歩いて先の様子を見に行きます。本体が軽いので簡単に運んで歩けるのはパックラフトの特徴です。前方に見える海津大崎の先っぽの方は、海津湾の東からの波の浸食で突き出た岩礁地帯だそうで、琵琶湖国定公園の中でも有数の景勝地で、昨日行った近江八幡の水郷と並び琵琶湖八景の一つに数えられています。本当は先端まで行けると良かったのですが、進みが悪いパックラフトなのでちょっと早いですが、ここで戻ることにしました。そうして来た道をゆったり引き返していると、細長く水の抵抗が少なそうな安定してこちらに向かってくるシーカヤックらしき船が何艘かすれ違い、前方から猛スピードでスイスイとあっという間に去って行きました。ぐんぐん進んでない？なんかこんにちは。もうあっという間やんこれあっという間にこっちまで来た。歴然とした推進力によるスピードの違いに唖然。それぞれの場所にあったカヤックがあるんだなと再認識しました。行きよりも帰りの方が山などが背景にあり、立ち並ぶピンクの桜と水と空と山の絶妙なバランスがとても繊細な景色を作り出していました。お疲れ様でした。ちょっと海津岬の方に行ってみる。琵琶湖に沿って海津大崎の先っぽの方に向かってみると、
さすがに名所ということで大盛況で多くの人で賑わっていました。私たちは混雑を避けるようにさらに西側の牧野の方に抜けていき、道中にすごくノスタルジックな喫茶店があったので入ることにしました。賑わっている町からちょっと離れた琵琶湖のほとりにあるモーガンというお店、山小屋のような店構えで薪ストーブの匂いと昭和な内装がとてもノスタルジックないい雰囲気の空間。クラシックカーなどの写真が飾られ、メニューは自家製ビーフカレーのみ。懐かしい感じの雰囲気がいいねこれ。おい。どうでしょう。甘めで具が大きなカレーは何か懐かしく、サイフォンで入れるコーヒーが時間を逆戻りしたような感覚になりました。次回は和歌山の方で川旅をしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。